最近抽出されるエスプレッソがちょっと薄いなと思って、どうしたらもっと美味しく入れられるかなって思って、いろいろ動画とか見てたら、これね、このデロンギのコーヒーメーカー買った時についてきたこれと、このタッピングするやつね。これコーヒーの、計量スプーンの裏側がこのタッピングする器具ね、になってるようなやつなんですけど、これよくこう、噛み合わせると少しこう、大きさがぴったりじゃなくて、少し一回り小さいんですよね。だからこのままタッピングすると、端っこの方が全然圧縮されてない感じになっちゃうんで、端っこの密度が、低いところからお湯が漏れてきちゃうから、そうするとエスプレッソ抽出されたのも薄くなっちゃうし、真ん中の方のね、豆からは抽出されにくいっていうことを知って、だから今まではこう、一方向というか、この真ん中、動かさず、この真ん中の位置でしかやってなかったんですけど、気持ちこう、一周させるような感じでやってます。これもね、エントリー向けのやつだと思うんで、タッピングする、これ、正式名称は忘れちゃいましたが、これね、この計量スプーンの裏側じゃなくて、ちゃんと金属のやつでやるといいかもしれないですね。これもなんか力入れにくいんですよね。本当はこう、そういうやつってこう上からこうやってちゃんと力入れてやると思うんですけど、これってここスプーンになってるんで、こっから、しかもプラスチックだし、こっから力入れちゃうと、折れそうなんですよね、ここが。この柄の部分持ってやるしかないんですが、これだとうまく力かけられないし、真上から力がかけるっていうのは難しいんで、若干ね、うまくいかない時だとこう、斜めになっちゃうんですよね。これちょっとね、出方が悪いんですよね、明らかに。で、ほら、両方のカップが量が均一じゃないのがね、お分かりいただけると思うんですけど、これがタッピングがうまくいってないと多分こうなるんじゃないかなって思うんですよね。こう密度が一定じゃないんで、やっぱもうちょっとか。やっぱちゃんとした道具を使わないとなかなかちゃんとやっても難しい。今日はこれ無印良品のハスカップバームっていうのを食べてみたいと思います。無印のバームクーヘン結構好きで食べますけど、このサイズで丸いバームクーヘンってあんまないですよね。スティック状のやつばかりで。で、ハスカップってね、なんかフルーツなのかな、初めて食べますね。結構控えめサイズなんだな。スティックのやつより小さいかもしれない。結構ベリー系の匂いがすごいですね。で、この模様入ってるのおしゃれですね。この層の部分に。なんかジャムみたいな味が結構強いんですけど、全然くどくない感じで美味しいですね。これベリー系のジャムみたいなやつって結構人工的な味がするイメージがあるんですが、さすが無印良品、これは結構自然な味で美味しいです。よし。いつものお香ですね。HEM の。で、今回ヒマラヤにしました。ヒマラヤの香り。ナスの雑貨屋さんでいろいろ気になった匂いを買ってきて、良かったのを Amazon で大量買いするっていう方向で買ってるんですけれども、最近このヒマラヤの香りいいなと思って耐えてたので、あ、やっぱいいっすね。なんかビッグって書いてあるんですけど、いっぱい入ってんのかな。あ、ビッグブランドって書いてあった。サイズが大きいっていうわけじゃないんだね。で、今回はシナモンだって。これ初めてですね。うわ、めっちゃシナモンだ。ちょっと面白い香りだけど、癖強そうだな。ちょっとどういう場面で炊こうか。癖強な匂いっていうより、いつでも炊けるような、リラックスするような香りのお香が好みなので、サンダルットとか、ホワイトムスクとかね、ちょっと違うお店なんですよね、今回。いや、同じか。同じっぽかった。でもなんだろうね。いつもこれ Amazon で買ってるのは、Amazon の倉庫にあるわけじゃなくて、なんか、お店から来てるらしいんですけど、品川にあるお店みたいですね。毎回こっから来てます。はい。もう一個荷物。ていうかね、こういう
ポストに入る大きさのものを投函されるときすごい音するんですよね、うちの。玄関のドアにポストが直接ついてるタイプなんですけど、誰か侵入してきたんじゃないかっていうぐらいのでかい音が鳴るんで、まあ入れる側も、配達する側も入れづらくて大変だと思うんですけど、とにかくすごい音がするので、なんか対策したいですね。どうすればいいかは、パッとは思いつかないけど、なんか対策ないかな。ちょっと考えます。あ、こっちか。じゃじゃん。本ですね、久々に。科学大全っていう本なんですけど、このバイエンスっていう科学系の YouTube チャンネルがあるんですけど、登録者が200万人ぐらいあるので有名だと思うんですけど、あのチャンネルすごい好きなんですけど、本を出してるということに最近気づいて買いましたね。多分発行されたのは2022年3月なので、そんなに新しい本ではない。そもそも本を出してることを最近まで知らなくて見つけて買ったって感じですね。これはなんか結構イラスト多めの、文字ばっかじゃなくて結構イラスト多めの本ですね。これちょっと面白そうだな。めっちゃ読むのが楽しみ。今日のウイスキーのおつまみはモッツァレラチーズです。半額になってたんでシンプルにオリーブオイルと塩コショウ。最近は乾燥してるタイプのチーズばっか食べてたんですが、モッツァレラチーズ久々に食べると美味しいですね。テレビの裏に貼っといたテープライト、これがねしっかり貼れてるといい光り方してすごいテレビが見やすくなるんですが、なんかねこのテレビの裏面のプラスチックの部分の材質がちょっとザラザラしたテープがくっつかないような材質なんですよね。なのでテープライトも垂れ下がってきてますが、これがちゃんと見えないように裏面に貼っつけといたんですけど、先週ぐらいにねこれ直したんだけど、どうしても垂れ下がってきちゃうんですよね。それもなんか強力なテープとかでくっつければいいのかもしれないですが、あんまりテレビの裏に粘着とか残るのも嫌なので、養生テープでくっつけてるんですけど、それもあるのかもしれないですが、ちょっといい方法を考えたい。じゃじゃん。蒙古タンメンです。久々に買ってきましたね。高校生ぐらいの時すごいハマって結構なペースで食べてたんですけれども、めちゃくちゃ久しぶりですね。蒙古タンメン久々に買ってきました。やっぱね、お酒飲むとお腹空くので、たまに夜コンビニに行ってカップ麺を買ってきたりするんですけど、なかなかこのカップ麺選べる時間っていうのも好きだったりするんですよね。普段あんまり私コンビニとか行かなくて、こういう時にしかね、コンビニで食べ物とか買わないんで、久々に蒙古タンメン。なんかね、蒙古タンメンって、なんか店舗が東京にあるらしいんですよね。ですが、行ってみたいんですけどね、東京なんでなかなか行けず、いずれ行ってみたい。お店で食べてみたいですが。これセブンプレミアムのやつなんですが、高校の時とかはよく帰りにコンビニでセブンイレブンで買って食べたりとか、友達と遊ぶ時に蒙古タンメンとかなんかいろいろセブンイレブンで買い込んで、そんな思い出がありますが、懐かしいな。本当に何年ぶりって感じですよね。4、5年ぶりくらいかもしれません。これとモンスターね、今はどっちかといえばレッドブルの方が好きなんだけど、モンスターがすごい当時好きでね、モンスターとこの蒙古タンメンとなんかお菓子を買ってっていう思い出があります。さて、ハイボールと一緒にいただきます。もうハイボール終わってウイスキーを飲んでたんですが、飲みたくなって持ってきました。そう、当時はね、もちろんお酒が飲めなかったんで、これハイボールとかとも絶対、どっちかといったらビールかな。でもビール今ないので、ハイボールと一緒に。そう、当時あんまり辛いラーメンとかも食べたことなくて、ハマったんですよね。だから結構新鮮な味で気に入ってたのもあるし、二郎系のラーメンとかも同じ時期にハマったんで、なかなか思い出のある時期ですけど。出てくるかな、豆腐みたいなのが入って、これ。豆腐みたいなのがこう入ってるじゃないですか。これがすごい美味しいんですよね。今日はこのホットケーキにこの家族からもらったミルクジャムを入れてみました。山形のやつですね。ちょっとしか入れなかったんですけれども、キャラメルの味が強いです。色とかも変わってないんですけれども、かなり味が変わりました。今日はね、このベッドを修理しないといけない。このベッドね、自分で DIY したベッドフレームの上に乗っかってるんですが、これなんか若干ね、頭の方が
下がってるんですよね、高さが。というかこの縦方向だけじゃなくて奥側が沈んでるんですよね。あそこの一番端っこの部分が低くなってて、こっちが高くなってるんで、あそこだけ陥没しててすごく寝づらかったんで、頭をこっち側にして寝てたんですけど、今日はちょっとこれを修理します。ちょっとこのマットレスを取ってみないとどうなってるかわかんないんですけど、なんかこの下の板が全部バラバラになっちゃってますね。これ全部ビスで固定しといたんですけど、ここちゃんと真っ平らだったのに完全にぐちゃぐちゃになってます。でね、これがここのね、このベッドね、こう薄型のカラーボックスみたいなのを3つ足にしてるんですけど、一番頭の部分がなんか前に傾いてますね。で多分この板がずれたんで引っ張られて前の面になっちゃって、だからここだけ陥没してたんだ。これ直すの結構大変そうだな。OK。なんとか治りました。でも意外と結構時間かかるかと思ったら30分ぐらいで終わりましたね。で結構いい出来になりました。これ板をね、何枚も重ねて、土台にしてるんで、それらがずれちゃったりするとどんどんいろんなとこ壊れてっちゃうんで、少し長いビスを使ってみました。少しと言っても3倍くらいの長さですよのビスを使ってみて、この安いインパクトで打ち込めるか不安でしたけれども、これ結構パワーあってね、 65mm のビス使ったんですけど全然打ち込めましたね。なのでこれ何枚も重なってるんですけど、安定感が結構出て、いい感じになったんじゃないかな。陥没も治ったし、試しに寝てみましたけど頭のところが沈んでるとかもないんで、そう高さもね、やっぱ陥没してたのもあって低くなっちゃったんで、横に置いてるこの黒いサイドテーブルと同じ高さで作ってるんですが、直す前は明らかにこのテーブルより低かったんで、よかった。これで今夜は気持ちよく寝れそうです。家族から食べ物が届いたので開けます。何が入ってるでしょうか。毎回開けるのが楽しみ。何が入ってるかわかんないので、まずは韓国のり6パック入りですね。6パックじゃない、これ2台になってるから12パック入ってますね。これは嬉しい。何気に韓国のりこのぐらいのサイズのやつってなんか少し一品足りないなみたいな時にいいんですよね。ご飯との相性抜群だし、なんか肉とかと食べても美味しいっていうね。あとラーメンに一番は辛ラーメンみたいな、そんなこと言ったら辛ラーメンもありましたけれども、そういうラーメンには相性いいので、辛ラーメンも入ってました。もう辛ラーメン大好物なんでいくらあってもいいです。ラオウもありますね。塩豚骨。ラオウはね、インスタントラーメンにしてはクオリティが高くて好きなんですよね。なんか麺がちょっと違うじゃないですか。で、うどん。細めのうどんですね。5食入り。やっぱ夏、この時期はもうそうめんとかうどんとかいくらあってもいいので、いいですね。茹でるだけで食べられるし。チゲスープ。韓国系多めですね。これも大好物です。ホイコーローの素。麻婆豆腐。麻婆春雨。これも大好物。マーラーそうめんつゆ。花椒のしびれと唐辛子の辛さ。美味しそうだな。いいですね、そうめんのつゆ。すごい美味しそうなんですけれども。そうめんのつゆ、なんか、適当に買ってきたそばつゆ薄めて使ってるだけなんでね。中華スパイス系は大好物なので、うどんと合わせて食べてみるか。で、定番のパスタソースですね。で、缶詰類もいっぱい。稲葉のサバ缶、水煮。これイワシですね。イワシの煮付けとか、水煮も2缶。味噌煮が2缶。鮭フレーク。これも朝ご飯にかけて食べると美味しいですよね。で、メインのお米。そう。毎月家族がお米を送ってくれるんですが、今回ね、もう10日前ぐらいにお米を切らしちゃって、全くお米を食べてませんでした。ずっとね、麺でしたね。もうほぼ毎食麺でしたね。ホットケーキとか焼いて食べてたんですけれども、それ以外だと麺ですかね。
外食したのも麺だしっていう感じで、パスタとか、普通にパスタソース絡めたり、なんか麻婆豆腐とかかけたりして食べてました。あとそうめんとかね。なので10日というか2週間ぐらいなかったかもしれないな。久々のお米です。ちょっとあれだな、月末までなくならないように調整しながら食べた方がいいかもしれないですけどね。で、今回会津さんのコシヒカリです。先月は多分宮城産のお米買ったんですよね。一目惚れだったかな。あれもすごい美味しかったんですけど、今回久々に会津のお米ですね。会津のお米、最近はずっと、宮城とか、あとどこだった、秋田とかも来た気がするな。でしたが、久々の会津産でございます。地元のお米。で、ちょっとね、もう、早速、お米炊きます。もう、ずっとお米食べてなくて、すごい食べたかったので、早速炊こう。ほら、もう、完全なゼロだったんですよね。炊飯器を使うのも久しぶりです。そう、今日は唐揚げを食べようと思ってもう仕込んであるんですよ。余ったラーメンスープに、唐揚げを味付けをしてみてます。絶対美味しいと思いますけど、楽しみ。これもよし、炊けた。おー、うまそう。いや、いい輝きですね。で、ご飯との相性抜群な唐揚げ。こういうのもね、お米がなくて最近作ってなかったんで久しぶりですね。で、結構ラーメンのインスタントラーメンのスープだけ、味付けそれだけなんですけど、結構いい色してて美味しそう。なんならいつも作る唐揚げよりなんか色が濃い気がします。うますぎますね。めちゃくちゃ甘いです。かなり甘さもあるし、結構私固めが好きなんで、結構固めに炊いたんですけど、それでもかなり水分含んでいるような感じで。さすが会津の米、美味しいですね。この唐揚げはもうやばいくらい美味しいですね。本当に、そのラーメンのスープしか味付けに使ってないんですけれども、しっかりもう味が完成されてる感じで、あれだけで味付けになるのすごいな。ラーメンのスープ優秀すぎますね、あれ。結構中華寄りの味になるんで、和風にするならちょっと違うかなっていう感じはしますけど、ラーメンによって変わると思いますけれどもね。多分醤油味だと思うんですけど、ちょっと中華寄りって感じです。だからそういう味にしたいときはいいかも。やっぱいいですね。なんか寝心地が過去一番いいし、さっきまでね、動くたびにすごいギシギシ音が鳴ってうるさかったんですけど、それもなく寝返り打ったりしても無音だし、あと安定感も良くなったので、なんか端の方行くと落ちそうになってたりしたんですけど、それもないし、やっぱ直してよかった。めっちゃいい感じになりました。やっぱ睡眠が変わると生活変わりますからね。